国際交流員ワクワク動画。皆さんこんにちは、松江市の国際交流員です。今回の動画では日本で困ったことについて話します。同じ日本にいますが、皆さんは違う国から来ているので困ったことも違うと思います。お互いの経験を元に話しますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、では日本で困ったこと、最初は私からです。私、日本のスーパーに行くと、どうして卵パック4個ないんですかっていつも悩んでます。実際にフランスのスーパーに行くと、卵パックは最低4個入りなんですけれども、もちろん6個入りもありますね。ただ1週間で卵3個しか食べないんですよね、フランス人は。それは健康にいいって言われてますので、4個入り買うと、4個入りはちょうどいい、1週間にね。6個入りはちょっと困りますねってなってます。皆さんの国ではどうですか？最低4個入りパックとか6個入りパックなんでしょう？では、賀来さん、卵いくらの話をお願いします。日本のレストランでは冬でもお冷やが出てくるので、夏でも実はお湯が大好きな中国人にとってすっごく困ります。だいたい温かいものを飲んだり食べたりする習慣なので、最初はなかなか慣れてなかったです。同感、すごく同意と同感。ケラー州は基本的にそのレストランとか入ったらお湯が出てくるんですね。ローズウッドっていう木を削ったものを入れてその沸かしたものなんだけど、それを基本飲みます。日本に来て毎回お冷やが出る。で、最初は頭痛をしたりとか風邪をひいてしまったりっていうようなこともあって、なんか暑いところからエアコンが効いてる店に入ってすぐお冷やを飲んで、もう頭が痛くなるっていうのもあったし、で冬もやっぱり出てくるとすごい冬なのにで、島根は冬は東京より寒いから本当にと思いました。一番そうだねって思ったのが、お店の夏になるとすっごく寒くて、外は暑いのも分かるんですけど、なんで店が冬になってるんですか？外の温度に合わせて半袖で入ってるから、なんでこの店があっていつも思います。日本のスーパーとか行くと、その小さい野菜、例えばオクラとかそのさやいんげんとかパッケージ化されていますよね。で、パッケージの中に入ってる量がすごい少なくていつも困ります。ちょっと多めに作って何回かに分けて食べたいのと、基本的に野菜ダイエットがベースの国から来てるので、野菜を結構多めに食べることがあるので、3、4個ぐらい買わないとなんか量が足りない。ゴミが結構増えるのがちょっと嫌ですね。そうですね、なんか日本ではプラスチックが使いすぎてるんじゃないですかっていうのをしてますね。増やすだけじゃなくて、なんかほとんど何でもスプーンの中でフランスはもちろんパッケージもあったら自由に取れる野菜のコーナーもあるので、それはめちゃくちゃ便利なんですよ。最近は近くのスーパーに行ったらズッキーニ1本のパッケージで売ってるんですけど、1本で何するって思うぐらいですごい困ってました。で何本も買って、でもその分パッケージがたくさん詰まっててちょっと困ってましたね。やっぱり自由にとって自分が好きな量をとって、そのままバランスにね方がいいかなってそうですね。私は現金社会の日本に慣れるのにちょっと時間がかかりそうです。韓国ではだいたい私カード財布とかスマホ一つだけ持って歩くのが慣れてて、日本に来たら全部現金しか使わないから、生活費とかも全部カードで使うから、なんかアプリと運用して今月の生活費はいくらとか食費はいくら使ったのかが分かるんですけど、日本に来ては家計簿を書くのが必須になってて書かないとどこにいくら使ったのか全然分からなくなるから、バスも松江市には IC カード端末機がなくて、だからいつも私現金で払うんですけど、
システムが違って韓国は距離に関係なく1回乗るとき全部同じ料金なんですけど、でも日本は距離によって違うし、なんかどう払えばいいかわからなくて最初はすごい焦りました。バスはそろそろその IC カード端末はできるからちょっと嬉しいんだけど、ATM の手数料が高くて、で日本人の方が結構お金多めに持ち歩いてるんですけど、インドだったら絶対不安でならないですよ。そのカード決済の場合もデビットカードじゃなくてクレジットカード、それはまたそれで管理が難しい。デビットカードじゃないのがちょっと不安になったのがもう一つだったんですね。クレジットカードはフランスだったら、いつも使ってるものですけど、一応ちょっと現金は持ち歩いてるんですね。とにかくパン屋さんに行くときにクレジットカードで払わないでください。めっちゃ変な目で見られると思います。3ユーロとか300円とか400円になるじゃないですか。そんなに高くないのにそれをその値段をクレジットカードで払う人ってすごく変です。いつも現金になっちゃうので。韓国は本当に100円とか200円でも全部カード。中国では今はだいたいスマホ決済なので、基本的にスマホを1台持ってバッテリーさえあれば、生活に困らない程度ですね。その影響かもしれませんが、日本に来てから結構財布を忘れてしまいます。すごく恥ずかしい思いですけど、スーパーで買い物をして商品をもうレジのスタッフさんに渡したんですよ。いくらでお願いしますと言われてから、財布を忘れてしまいました。もう多分3回ぐらい言われます。すごく恥ずかしい思いをしました。そうですね、いつも困ることとして図書館が早く閉めることかな。次の県立図書館も私立図書館も、午後6時頃に毎日閉めるじゃないですか。社会人がほとんど行けなくなるじゃないですか。自分の場合には午後5時に仕事が終わって、ご飯を食べてからも図書館が閉まってますので行けないんです。そして週末は普通に他に予定が入ってますので行けない状態です。自分の出身地は人は4万人しかいないけど、その図書館は9時までやってますので、よく両親と一緒に行ってましたけど、日本ではそれはなかなかできないんですね。松江は人が少ないせいじゃなくて、東京に住んだ時にも大学の図書館が午後6時頃に閉めて、ほとんど勉強できなかったんですね。図書館では。そうですね。大学の時は大体24時間システムに慣れてたんですよね。さすがにそれはいかないだろうと思ってたんですけど、もう6時で終わってしまうとそこはちょっと困りますし、ちょっと残念だなと思います。から声をかけられるとき、声が小さくなったことないですか？これ松江ではなかったんですけど、東京とかは結構ありました。例えば店に入って同じスタッフの人が日本人と喋ってるときは普通の声で喋ってたのに、僕に注文とかを聞くときは急に声が小さくなって、多分その理由はですね、日本語ができないかもしれないっていう不安があって緊張して小さい声で喋ってると思うんですけど、逆にもう日本語に慣れてない時は本当にもう大きな声で喋ってほしかったですね。その小さい声に対して「すいません、もう一度お願いします」とかって言ったら、その人がやっぱり日本語ができないと思って英語で頑張ってくれるけど、いやその問題じゃないですそうですね、それは確かにありますね。あと話しかけた時にいきなり怖がられるっていうか、日本語で話しかけてもちょっとわからない、同じ日本語喋ってるのにすごい緊張をしながら話す人がいる。皆さんどうでしたか？やっぱり国によって日本に来て困ることって違いますね。皆さんも外国に住んでみて困ったことありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。では皆さん、次の動画もお楽しみに。
バイバイ。バイバイ。バイバイ。